10秒以内に画面が切り替わると思います。結構かかる。これがもう。違うじゃないですか。あ、ごめんなさい。今大事なつながった。今すでに本当にYouTubeに見れるんですか？見れるので。あ、全然違う。そうだ。音声YouTube には流れてるけど、ここから。こっちのメニューはないです。こっちのメニューはそしたらこれ。あ、いいですか。YouTube では間違いなく聞こえるんですけど、この会場に声が出るかどうかわかんないな。マイクどう？
ちょっと2、3分早いです。早いです。あの時がちょっと早いみたいです。じゃあ正確じゃないですね。挨拶とか最初会長からお願いします。先生しかしていただいてっていう感じでいいですか。そこでジャックが起きたらまずすぐ消えるように。休憩ボタンお願いします。皆様、こんにちは。本日は、ウェブ配信も含めた北海道子どもの歯を守る会の初の試みとなるウェブ開催となっております。まず、開会にあたりまして、冒頭、明子会長よりご挨拶のよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ようやっとお会いできまして、本当に半年ぶりです。その間に、こういう状況でしたものですから、4月の、準備された南出先生の、総会議の講演も伸び伸びになりまして、ようやっと今日行うということで準備していただきました。今、南木先生の方からもありましたように、初めての試みですので、いろんなことでちょっと不都合が起きるかもしれませんけども、その辺は一つよろしくお願いしますということと、あと、南先生の練習を2回ほど聞きまして、もう熱くなっておりますので、今日の講演はとても面白くいけると思いますので、先生、よろしくお願いいたします。はい。それでは北海道子どもの歯を守る会、昭和59年9月に設立した会で、今年で設立36周年を迎えます。この36年には昭和、平成、令和と大きな時代の変化がありました。この36年間、今回は様々な目標を達成してきました。中でも力を入れてきた北海道の虫歯予防のための復化物選考は、平成30年には道内168市町村、実施施設は小学校だけで685校、中学校などを含め865施設へと広がり、子供の虫歯の数はこの36年で半減しました。北海道子供の歯、そんな会聞いたことない。名前も古臭いし、うさんくさい。もしかして、やばい団体なんじゃないの？虫歯が減ったのはいいけど、復活選考って何？そもそもこんな研修会興味ない？大丈夫です。今日は、
今回がどんな会でどんな未来を目指して活動しているのかをギュギュッとまとめてご紹介します。今回は会場の皆様だけではなく、今回初 YouTube ライブでの独占生中継でもご参加いただけるように準備いたしました。それでは北海道子供の歯を守る会第93回、今の時だから YouTube でも見れちゃう会員研修会始まりです。昭和20年ランドラピッツにてフロリデーション実施。今から75年前、第二次世界大戦中である1945年1月25日の現地時間の午後4時、虫歯予防のための公衆衛生手段の原点である水道水フロリデーションがアメリカのミシガン州グランドラピッツにて実施されました。現代につながる虫歯予防の原点、今年はその75周年となっています。昭和29年、篠原恒夫先生、北海道に戻る。こちらは今回設立者の一人である、また名誉会長でもある篠原恒夫先生。昭和4年、岩見沢市に生まれ、昭和10年、北竜町に引っ越しし、以来北竜町の活性化に全力を尽くしてきた男です。こちらが北海道の空知地方、そしてこちらが北竜町です。現在は人口約1800人の町です。篠原先生は昭和29年には東京の日本歯科大学を卒業し、銀座の池田歯科医院に勤務しました。一方、故郷の北竜町は当時6000人ほどの人口だったものの、歯科医院がない町となっており、帰郷するよう切望されていました。篠原先生は悩んだ末、昭和30年北竜町で篠原歯科医院を開業することとなります。昭和45年、新潟県弥彦小学校で復活物選考実施。新潟県の弥彦小学校は昭和45年虫歯予防のための復活物選考を実施しています。今年はちょうど50周年となります。昭和51年、北海道歯科医師会公衆衛生担当理事時代、北竜町での開業から約20年、昭和51年、篠原先生の歯科医師人生に転機が訪れ、それは北海道歯科医師会の公衆衛生担当理事として四国の高知で開催された全国学校保健研究大会に参加した、その懇親会でのことです。新潟県歯科医師会の理事から次のような誘いがあったのです。新潟県の弥彦小学校では昭和45年から虫歯予防のための復活物選考を実施していて、いい成果を上げています。これをきっかけに、新潟県歯科医師会を中心に、フッ素による虫歯予防全国協議会普通選挙設立準備委員会を開きたいので、ぜひご参加いただきたい。北海道に帰った篠原先生は、北海道歯科医師会の理事会にて、この要請について報告し、参加についての意向を確認したところ、ぜひ協力しましょうということになったのでしょう。北海道歯科医師会の専務理事の尾崎先生、総務委員の帯先生、そして篠原先生の3人で設立準備委員会に参加することとなりました。昭和52年普通選挙発足。翌年、昭和52年、新潟県歯科医師会の呼びかけにより、虫歯予防のための付加物の正しい知識と利用の普及を進める会である、フッ素による虫歯予防全国協議会普通全協が発足しました。並行して、篠原先生は北海道
歯科医師会の公衆衛生担当理事として、全道的な子供の歯を守る会を作ろうと奔走しました。この計画には、当時の北海道歯科医師会の会長も前向きではあったものの、大議会の賛同を得る段階にはこぎつけられないまま、昭和53年担当理事を退任することとなります。昭和53年、登別小学校。平成22年には、市内小学校8校中7校、73.6% の児童が復活専攻を実施している復活専攻先進地区である登別市ですが、復活専攻の始まりは昭和53年に遡ります。登別はこちらです。室蘭の西側の町で地獄谷を中心とした温泉の地として有名です。登別の片田勇先生は、登別小学校の学校歯科医でした。昭和53年、旧文部省が第1回の虫歯予防推進指定校を始めた年で、登別小学校は虫歯予防推進指定校に選ばれ、昭和54年、復活専攻を開始します。これは北海道での最初期の復活専攻の実施例と言われ、以降、登別、つまり北海道内では一度も途切れることなく復活専攻が実施されています。この登別で新たに2校目が始まったのは平成18年、実に25年の歳月、1校のみの実施の時代が続きました。市内1校のみの実施ということで、大変な時代もあったと思われますが、たとえ1校でも復活専攻が途切れることなく実施され続けてきたこと。この歴史は北海道における復活専攻の普及を目指す人々にとって強い心の支えであり続けました。なお、登別小学校での復活専攻に尽力した片田勇先生は、本会元会長片田進先生のご兄弟であり、また日本歯科大学出身で篠原恒夫先生の後輩にあたる復活専攻の実施普及に大変熱心な方でしたが、62歳という若さでお亡くなりになっております。昭和53年、篠原先生は北海道歯科医師会の公衆衛生担当理事を退任後、その年のうちに空知歯科医師会会長を務めることとなりました。また、同年から仏前教、またその後身である日本虫歯予防フッ素推進会議、日 F 会議の副会長、日 F 会議の会長を務めます。日 F 会議は新潟大学の呼びかけにより国内7大学が共鳴し、まさに全国的な組織となっていました。昭和55年第1回フッ素による虫歯予防研究全国大会。昭和55年には第1回フッ素による虫歯予防研究全国大会。実質3回目の虫歯予防全国大会が福岡で開催されました。現会長の秋子良一先生は前会長の吉内昭文先生に誘われて、この大会から復活専攻普及の道を歩むこととなります。大会後、秋子先生は吉内先生と共に後に成立する北海道8020推進条例に積極的に取り組んだ芦別の川原俊之先生の診療所にて毎晩のようにフッ素専攻について学んだ日々であったと言います。このように仏前教後の日 F 会議、現在の NPO 日 F の発足により全国に虫歯予防のためのフッ化物の正しい知識と
医療の普及を図る仲間が増えてくるようになりました。昭和56年、虫歯予防全国大会、北海道大会。そんな中で北海道の子供の虫歯というのは惨憺たる状態が続いていました。昭和56年には空知歯科医師会が中心となり、日 F 会議の虫歯予防全国大会、北海道大会が開催されます。これをきっかけにしたのか、昭和57年には篠原先生のいる新流小学校で、昭和58年には元会長の畑田先生のいる伊達小学校で復活選考が始まりました。昭和58年、北海道子供の歯を守る会設立準備委員会。そこで篠原先生は神奈川歯科大学出身の先生、空知の柳井昌司先生の協力、そして現在の北海道医療大学の先生の協力を得て、空知歯科医師会を中心として北海道子供の歯を守る会設立準備委員会を昭和58年に開きました。世話人会の内訳は大学、保健所から各1名、また全道に17ある地域の歯科医師会のうち11の歯科医師会から21名、空知だけではなく、まさに全道から志を同じくする力が集まり、今回が設立されることとなりました。平成21年、北海道歯口腔の健康づくり8020推進条例成立。平成12年、日本歯科医学会からフッ化物応用についての総合的見解が出され、平成13年、健康日本21にフッ化物利用が位置づけられ、平成16年には厚生労働省からフッ化物選考ガイドラインが出され、全国的にフッ化物選考普及の機運が高まる中、平成21年、本会が目指してきた活動の一つが実を結ぶこととなります。北海道歯口腔の健康づくり8020推進条例の制定です。本条例は学校等におけるフッ化物選考の普及が謳われ、これを機に北海道のフッ化物選考はさらに拡大することとなりました。北海道教育委員会によりますと、フッ化物選考実施の割合は平成22年には小学校58校 5.7% から平成30年には小学校685校 82.2% に拡大しているとのことです。条例成立当時の北海道歯科医師会副会長の川原俊之先生は、これを市町村、教育関係者、PTA 等の保護者の積極的な取り組みの賜物であり、これを支えるべく、北海道歯科医師会は、道内歯科医師の意識、知識の標準化を行い、フッ化物選考を支える人材の育成をさらに進めたいと評価しました。今回も同様にフッ化物選考の普及とともにフッ化物選考を支える人材育成を支援していきたいと考えております。まとめです。北海道におけるフッ化物選考の歴史をまとめますと、篠原先生が日 F 会議の前身である仏前教設立準備委員会に声をかけられたのが昭和51年、登別小学校での北海道最初期のフッ化物選考の実施が昭和53年、虫歯予防全国大会、北海道大会を開いたのが昭和56年、北海道子供の歯を守る会設立準備委員会が開かれたのが昭和58年。ということで、篠原先生が全道的な子供の歯を守る会を作りたいと志して7年越しでこのようにして志を同じくする力が集まり、たどり着いたのが現在の北海道子供の歯を守る
回です。北海道にはまだ学校等における復活専攻が手つかずの地域が一つならず残っています。志を同じくする道内の皆さん、本会の活動にぜひご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。国内での実施50周年を迎える復活物専攻北海道子供は歯を守る会について駆け足でご紹介いたしましたが、そもそも復活物って何という部分はご紹介が遅れておりました。ここからは復活物フッ素専攻についてお話ししたいと思います。まずはこちらの映像をご覧ください。一人でプック、二人でプック、みんなでプックプク、笑顔はくまモンと一緒にぷくぷくうがいで虫歯予防。右のほっぺにプック、左のほっぺにプック、上にプック、下にプック、ぐるっと一周プックプク、右のほっぺにプック、左のほっぺにプック、上にプック、下にプック、ぐるっと一周プックプク、おしまい。ただいまご覧いただいた映像は熊本県歯科医師会の制作した復活物専攻の CM です。軽快なリズムで楽しい曲ですね。続いてこちらの映像をご覧ください。熊本県の虫歯対策はどうなってんだろう。まずくまモンに学校を調べてもらおうかな。くまモン、熊本県内の学校で今何が始まってるか調べてくれない？みんな何してるんだろう。フッ化物を水に溶かした液でうがいしているんだよ。フッ化物専攻というんだ。これからはわかりやすいようにぷくぷくうがいと呼ぶよ。平成21年には熊本県は全国で2番目に12歳児の虫歯の数が多かったんだ。だからフッ化物の中のフッ素を利用してもっと虫歯を減らそうとしているんだ。歯磨きだけじゃダメなの？もちろん虫歯の原因である歯垢を落とす歯磨きは大事だよ。でもみんなが同じぐらい磨けるようになるのは少し難しいんだ。ぷくぷくうがいをすることで虫歯になりにくい丈夫な歯にできたら今より虫歯をもっと減らせるよ。佐賀県は熊本県のように虫歯の数が多かったけどぷくぷくうがいをして全国でもトップクラスになっています。ねえねえくまモン、そういえばフッ素って知ってるの？実際フッ素って何なんだろうね。フッ素は絵のようなみんなが普段食べているものの中にも入っているんだよ。フッ素は歯磨き剤の中にも入っているし、歯医者さんで塗ってもらったことがある人もいるんじゃないかな。そのフッ素が入った液でうがいすると歯の表面にフッ素がつき、虫歯になりにくい丈夫な歯になるんだよ。ぷくぷくうがいは家でもできるけど、1週間に1回続けてやることで丈夫な歯になるんだ。学校でみんなと一緒にすれば習慣になって続けられると思うんだ。でもフッ素が入ったぷくぷくうがいの液って薬でしょ？大丈夫かな？ぷくぷくうがいは先生や歯医者さんの言うことをしっかり守って正しく行えば大丈夫だよ。うがい薬の液ができるだけ歯に当たるようにするため正面または少し下向きでするんだよ。液を含んだらお口全体に広がるように動かし、終わったら紙コップに吐き出してよく泡ができているか見るんだ。最初はお水を口に含み上手にできるかよく練習してみよう。みんなよく練習してからやろうね。でも実際ぷくぷくうがいをしているところではうまくできているのかな？ここは熊本市の山本小学校です。ここでは毎週1回ぷくぷくうがいが行われています。もうみんな何度もやっているのでとても上手にコップを取っていきます。みんなが準備できたら1分間のぷくぷくうがいをします。右のほっぺにプック、左のほっぺにプック。終わったらみんな泡の出来具合を見て後片付けです。液を捨ててコップを洗います。始めてからまだ 2,3 分ですがきれいに片付いてしまいました。先生たちや職員の方も慣れた様子ですね。くまモンありがとう。学校で始まっているぷくぷくうがいのことがよくわかったよ。みんなで虫歯ゼロを目指して頑張るばい。じゃあみんなで虫歯ゼロを目指して頑張るばい。
実は私もぷくぷくうがいをしているんです。右のほっぺにぷっく、左のほっぺにぷっく、上にぷっく、下にぷっく、これで虫歯になりました。おしまい。こちらは熊本県歯科医師会の制作したフッ化物線香の解説動画です。フッ化物、フッ素線香についてとてもよくまとまっているためご紹介させていただきました。このフッ化物線香、初めてお聞きの方はその効果、安全性についてご理解いただけたことと思います。一方で、なぜ学校で行うのか、なぜ集団で行うのかという疑問があるかもしれません。これについては、一般的に生活習慣に組み込みやすい、家庭環境に差が出ない、個人の努力に依存しない、平等で確実に虫歯予防ができる、費用も安価で済む、学校における保健管理の一環であるからと説明されます。さらに言うと、健康は一人で守るよりもみんなで守る方が合理的な場合が多いからという説明もあります。例えばこんな状況を考えてみてください。教室や職場の周りがみんな風邪をひいていたら、周りの全員がくしゃみをしていたら、なんだか自分までくしゃみが移ってしまいそうではありませんか？これは極端な例かもしれませんが、周りの人が健康でなければ自分も健康ではいられないでしょう。周りに移る性質の病気について考えると、周りの人が不健康なままで自分だけ健康というのはちょっとありえない感じがします。また、移る性質の病気ではなくとも、文化や生活習慣が病気のリスク、なりやすさに影響していることがあります。例えば、あるグループは食事のたびにみんなで山盛りのデザートを注文する。このようなグループに入れば、やはり肥満やそれに伴う病気のリスクは高くなりがちでしょう。このように考えると、一人を健康にしたい場合でも、みんなで健康的な生活を送る方が合理的なケースは決して少なくありません。虫歯を防ぐフッ化物線香においても、一人で実施するよりも学校単位、自治体単位で実施する方が健康の性質によりかなっている。そのようなことがお分かりいただけることと思います。このような考え方は今では健康づくり、ヘルスプロモーションと呼ばれています。さて、ここで一度休憩を取りましょう。後半は4時半からを予定していますので、よろしくお願いします。右のほっぺにぷっく、左のほっぺにぷっく、上にぷっく、下にぷっく、ぐるっと一周ぷっくぷく、ぷくぷくうがい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 で虫歯を予防しよう。週に1回1分間目指そう
世界での実施75周年を迎える水道水フロリデーション。ここまでフッ化物選考とその歴史をご紹介してきました。が、そもそもフッ化物でうがいをして虫歯を防ごうなんて発想はどこからやってきたのでしょうか。ここからはフッ化物による虫歯予防の原点である水道水フロリデーションの歴史を紐解いてみましょう。1900年。コロラドスプリング。1900年代初頭にコロラド州コロラドスプリングにて開業した若き歯科医師フレデリック・マッケイは多くの住民の歯に虫歯とは違う茶色いまだらがあることに気がつき、シカゴのノースウェスタン大学歯学部長の G.V. ブラックにこの症状について調べてもらえないか相談しました。1920年代、マッケイは飲み水に混入したあるいは不足している何かがこの原因となっていることを疑っていました。同時期、マッケイはもう一つの重大な発見をしました。これらの症状のある歯は驚くほど虫歯になりにくかったのです。1930年代に入ると、当時の最新の分析装置により、この症状の多い地区の水には、フッ化物が多く含まれていることが分かりました。さらに、アメリカ公衆衛生局のレンドリー・ディーンは、イリノイ州のオーロラにて、まだらの症状がないままに虫歯の少ない地域があることを発見しました。1リットルあたり 1mg という低濃度では、まだらの症状が出ることなく、虫歯だけが少ないことが分かったのです。1939年、ペンシルバニア州ピッツバーグのコックス博士は実験結果に基づき、虫歯予防のため、水道水にフッ化物を加えることを提案しました。この提案を受け、4区8つの都市にて水道水へフッ化物添加、水道水フロリデーションの効果を調べることとなりました。昭和20年、グランドラピッツにてフロリデーション実施。今から75年前、第二次世界大戦中である1945年1月25日、現地時間の午後4時、虫歯予防の原点である水道水フロリデーションがアメリカのミシガン州グランドラピッツにて実施されました。現代につながる虫歯予防の原点。今年はその75周年となります。グランドラピッツを含む4組8都市の比較研究は度肝を抜く成果を上げ、フロリデーションは急速に全米へと広がることになります。フロリデーションの歴史は、マッケイ、ブラック、ディーン、コックスといった好奇心旺盛な専門家の研究から調査が始まり、安全で効果的な虫歯予防の礎となった古典的な物語だったのです。本当に今更なのですが、ブクブクうがいをしたり、水道水にフッ化物を添加したり、虫歯ってそこまでして防がなきゃいけないものなのでしょうか。なぜ私たちはそんなに虫歯予防にこだわるのでしょうか。ここでは代表的な説明を2つご紹介しましょう。健康格差の存在。健康格差！いくつか定義がありますのでご紹介します。人種、民族、社会経済的地位による健康と医療の質の格差。回避可能で不必要で不公平で不公正な健康のばらつき。税制、福祉給付、医療財源における社会の決定による結果。社会経済的地位とは学歴などの経歴や所得の水準のことです。この定義からわかる通り、性別や遺伝的な面ではなく、社会に原因がある健康のばらつきを健康格差と呼びます。貧しい人たちは集団で比較すると病気にかかりやすかったり、寿命の状況も
悪いことから、健康格差は貧しい人々に固有の問題であると考えられてきました。本当にそうなのか確認してみましょう。全国虫歯ハザードマップ。こちらのグラフをご覧ください。これはここ5年の地域ごとの虫歯のなりやすさの地図。いわば虫歯のハザードマップです。色の薄いところが虫歯の少ない県。色の濃いところが虫歯の多い県です。このグラフで考えてほしいことは2つ。1つは毎年新しい12歳児を調べているのに、都道府県の順位の傾向には毎年ほとんど変わりがないということです。どの地域に生まれたかで虫歯のなりやすさが決まるということが一目でわかると思います。これを健康の社会的決定要因と呼びます。もう一つは虫歯の多さはなだらかで大倍をもって変化しているということです。虫歯の多いところと少ないところがあるのではなく、真ん中のところもあるのです。一昔前には二極化といって虫歯の多い地域、虫歯の多い集団を見つけて対策をすればいいと言われていましたが、実際には虫歯の多さはなだらかな勾配を持っています。これは都道府県の中、市町村の中、地域の中、どこで調査をしても勾配が確認できたため、グラフの見かけ上の性質ではなく、虫歯の分布の本質であると認識され、健康の社会的勾配と呼ばれています。ここからわかるのは、健康格差は言葉の印象から受けるほどくっきりと違いがあるものではなく、そしてくっきりとはしていないものの間違いなく存在している。それは社会に暮らす私たち全員が影響を受けているということです。このグラフは12歳児の資料によるものです。12歳児の時点でこれだけの影響が認められるのです。どうして放っておくことが許されるでしょうか？なぜ健康にこだわるの？私たちはなぜ健康に価値を置くのでしょう？社会疫学の専門家である一郎河内は2004年、不公平が健康を損なうという本の中で述べている理由を紹介しましょう。健康を追い求めようとすると、時に他の目標とぶつかり合ってしまうことすらある。しかし、健康はいろいろ個人の能力がある中での不可欠の、そして測定可能な要素である。健康は自分にとって大切な計画や事業を追求する際の自由を与えてくれる。だからこそ私たちは健康は自分にとって大切な計画や事業を追求する際の自由を与えてくれる。だからこそ私たちは健康に価値を置くのである。フロリデーションファクツ2018。最後に宣伝の時間です。本日ご紹介した水道水フロリデーションについての解説書の決定版フロリデーションファクツ2018の日本語版がこの秋出版されます。改定ポイント1、Q&A が増えた。Q&A がフロリデーションファクツ2005から11項目増強され69項目となりました。安全性については環境への影響、推奨濃度の改定、公共政策については健康格差、インターネット情報の信頼性についてなどが追加されており、ここ10年の公共政策のトレンドを意識した改定となっています。改定ポイント2、推奨濃度が改定された。フロリデーションファクツ2005までは1リットルあたり 0.7 から 1.2 ミリグラムとされていた推奨濃度がフロリデーションファクツ2018では1リットルあたり 0.7 ミリグラムへと改定されました。1962年以来、気温に応じて 0.7 から 1.2 ミリグラムとされてきた推奨濃度ですが、エビデンスの蓄積、フッ化物応用の普及、ハロ、フッ素症のリスク、外気温と水分摂取量の関係の見直しから、アメリカでは 0.7 ミリグラムが推奨濃度である
とされています。最後に、クイズを2つ用意しました。時間のある方は、チャレンジをお願いします。それでは、北海道子供の歯を守る会の入会方法の確認、公式ツイッターのフォローを忘れずに、次回の研修会でお会いしましょう。すみません、今会場の音声入れたので、もう一度拍手をお願いします。これをミュートにしないと声が聞こえない。ミュート。会場の方から何かご質問とある方いますか？こちらの配信途中からご覧いただいた方もいらっしゃると思いますので、ありがとうございます。YouTube のライブというのは、基本的には特に提供しなければ、いつでも見える、これが会が終わって、1、2分後にはもうアップロードされて、自動的に見れるようになりますので、途中から参加された方は、ぜひタイムからご覧いただけたら嬉しいです。北海道子どもの歯を守る会、僕は今回とてもよく調べたんですけれども、ものすごい情熱を持った人たちが7年間積極的に動いて、設立した会で、北海道はついに、病院にまで追いつけたことがあります。北海道で 80% を超えましたというお話がありましたけれども、残念ながら僕が住んでいる地区では一個も始まっていません。いろんな理由があるとは思うんですけれども、まだまだこの会を解散する時期ではないと僕は思います。条例が来たら状況は変わるかもしれないんですけれども、だから条例が例えば変わりますね。フロリデーション、僕はフロリデーション推進派なの。推進派科学に関心のある方では誰もそうなると思うんですけども、フロリデーションこそが原点であり、歯科医療のミッションなんです。フロリデーションがなければ歯科医療に意味はないというふうに僕は思ってますので、そこはこの会の札幌市で、成功するところで、この会のそんな意味があるのかなというふうに思っていますので、皆さん、ぜひご協力をお願いしたいと思います。はい、南出どうもありがとうございました。会場の方から何かご質問とある方いらっしゃいますか？そうですね。ありがとうございます。これ YouTube もありますよね。はい。これ、我々みんなが見るとしたら、君のポケットにいくらぐらい入るんですか？これを YouTube で言うと、YouTube から反応されるらしいんです。なので、YouTube ではなくて、後でオフレコでお話ししたいと思いますので、結論で言いますと、今のところ僕のところに1円も入っておりません。それは言ってもいいです。ある程度入るようになると、言うといけないらしいので、言わないでくださいという気がになってますので、またそういうことで、はい、いいですか。いや、質問でもなんでもないな。今ね、こっちの YouTube を見ていましたら、富山県の山本孝先生、日中の理事ですけど、南出先生、大変分かりやすく、うまくまとまっていますね。何より先生の本業は司会でなく、プロの話家みたいです素晴らしい後半を期待しますということで、それから後半は38分に拍手が2回来ております。それから40分に相田淳先生からとても良かったというメールが来ております。はい。
皆さん、声を上げると YouTube 出るみたいな感じで。先ほどね、いやいや、プロテーションのね、濃度が0.7になったっていう。0.7になります。はい。で、彼らの北海道じゃまだ少ないのでね、はい、あまり少なくすると効果が出ないんじゃないかっていうのを見てたと思うんですけれど、はい、この0.7になった背景について、ちょっと私、聞き逃したのかもしれないので、教えてください。0.7になった背景は、多分僕もモニターじゃなくて、プレゼンションが出る3年か4年くらい前にアメリカの研究団体が0.7で十分だというのを発表して、それを受けて ADA の0.7の水準に変えたという理由なんですけど、その時の根拠になったのは4つということになってます。1つは、一番僕が読んで、これが一番大きそうだなというのは、基本的な 1.2 というのは水分を取らない人に合わせて、寒い地域は水分を取らないので 1.2ppm にしましょう。暑い地域はたくさん水分を取るから 0.7ppm にしましょう。ということになったんですけども、日本とアメリカはどれくらい一緒かは分からないんですけども、まさに北海道でそうですけども、冬だから部屋が寒くて水分を取らないということはないんですよね。冬でも部屋を温めてアイスクリームを食べるのが北海道人だと僕は思うんです。なので、冬になったからといって水分量が少なくなっているわけではないっていうのを時間からして考えると、冬でもたくさん水分を取っているだろう。たくさん水分を取る人たちは 0.7ppm ということになっていたので、おそらく、暖房の効いている北海道の人たちが沖縄の人たちに比べて特別水分の摂取量が少ないということはないんじゃないかというふうに考えると、気温別でミリグラムパーリットルというんですけども、濃度を変える必要は根拠がないっていうふうになっていて、僕はこれは確かに僕も北海道だから沖縄より特別水分の摂取量が少ないっていうふうに思ったのかな。沖縄によく見たら確かにたくさん水分取ってるような気がするんですけれども、そんなに 0.7 と 1.2 っていうふうに、倍近く濃度を変えるほどの水分の摂取量の変化はないのかなというふうに考えると、建物の気密性が上がったり、暖房が影響されて、寒冷地の人たちもたくさん水分を取れるように濃度を下げたままで、みんなでそういう差が変えられないのだというふうになったのかなというのが一番大きい理由かなというふうに、僕はちゃんと論文読んでないので、提供したら報告します。ありがとうございます。はい、中村さん。先生、お話ありがとうございました。50分ぐらい聞いてもあっという間に感じるようにいろいろ工夫されていてすごく勉強になりました。でフルリレーションファクツについて少し伺いたいんですけど、今僕はノートであったんですけど、フルリレーションファクツ私は読んだことなくて、その中に濃度以外の例えば pH ですとか他の成分、他の元素とかの絡みとか、そういったところに触れられているものがあれば情報として教えていただきたいと思います。フロリデーションボックス自体はフッ素に対する Q&A というものなので、他の元素っていうのが引き合いにされることはあまり多くないんですけれども、で何度か出てくるのは毒性に対する疑問に対して、ある物質の毒性がこうだからフッ素も慎重に考えた方がいいんじゃないかという Q に対してアンサーで出てくることがあるんですけれども、その時に出てくるのはいわゆる発がん性のグループが ABCD みたいになって、C だったり B だったりっていうのが一般的に挙げられているけれども、毒化物っていうのはそのグループの中で D なんだよ、今のところ発がん性が認められているグループに入ってないんですよっていう比較的発がん性の高い物質を比較する上で他の物質が案内されるわけですけども、それ以外の言い方で比較に入れられるの比較以外の元素に入れられているのはあまりないかなっていう印象があります。他
は僕は20万の3月になったんですけども、20万になって収録をしてみて分かったのが、声が大きくなるとノイズって思ったんですけども、環境音と声の大きさが大きくないとノイズに依存しちゃって声が聞こえないんです。後でパソコンで調整、音量の調整できるとは言っても、それには割と限界があって、もともとでかい声で話してたものが圧倒的に後で編集がしやすい。例えば編集なんですと声の波の大きさとかっていうのを全部入れて、ちょっとビデオ見てなんとなく聞いた方いると思うんですけども、僕はこうため息をついたりするシーンがこういうのを全部切ってるんです。それは声を聞いて切ってるんじゃなくて、波形を見て無音の場所を全部切り取って、すごい早口で話してるように編集をしてるんです。それはほとんど全ての YouTuber が一発撮りにこだわる YouTuber もいるんですけども、ほとんど全ての YouTuber は一発撮りではない人たちが無音の部分、ちょっと下打ちが入っちゃう、ちょっとため息が入っちゃうっていうのを全部切り取って聞きやすいようにしなきゃ聞き取れないんです。なので、その波形を見るときに声が弱いと波形が弱くて全然編集が大変になってるんで、声をでかくすると表情も豊かになっちゃうんですよ。豊かにしようというのじゃなくて、限界まで声を大きくして、今のマイクってすごく性能が良くて、限界まで声を大きくしても全然音がしてないんです。大きい音がしたら全然、今の携帯のマイクは全然性能がいいので、限界まで声を絞って話をして、それを編集していけてるんで、なので僕本当にこのYouTuberをするようになって、テレビでノーカットでお話をしてる方っていうのは、いかにお話が弱いのか、編集なしでため息も使わず、下打ちも入れずに、手などもなく原稿を読み切るって、本当はプロフェッショナルだ。本当は世の中にはいろんなプロフェッショナルというのがありますけど、僕たちもプロフェッショナルなんですけれど、本当にお話を仕事にしている方っていうのは、本当にプロフェッショナルなのかなというので、一部するようになって、お話が上手な方に対する尊敬の念がますます高まったっていう部分、それで声が大きなね、表現が見たかったっていう話をさせていただきます。それに関連したんですけど、声のトーンです。トーンが今話しているのと、YouTube で話している時も全然そのボリュームで音の高さってすごい低くなって、あれはこの話の内容に合わせて、ある程度抑揚を入れた方が、楽しい話の時は、楽しい曲でしたねみたいな感じにして、やっぱり教科書を読むようなことが、僕がやってる YouTube は、教育系 YouTube っていう分類に入るんです。教育系 YouTuber のいろんなものが小学校の授業を全部やった人、中学校の授業全部やった人。僕が最近一番やったのは、家庭教師の課題が、中学校から高校卒業までの単位を全てアップロードしてるんです。ものすごいクオリティで、もうこれ学校に行くより勉強になっている。人間関係とかっていうのは、非常に重要だと思うんで、そういうのは別として、勉強になっていると、これ今の研修会みたいに、授業中 YouTube 見た方が早いんじゃないかってぐらい、クオリティ高い、そうなっちゃってるんですけども、そういうのを教育系 YouTuber って言ってることなんですけど、教育系 YouTuber は、比較的、やっぱり教科書的な大切な話が多いので、声のトーンを変えたりっていうのを余計にこだわって、できるだけ小学生を退屈させないように、中学生を退屈させないようにっていうようなことにすごくこだわって会話をしている方が多いことがいいと思ったので、自分も自分が視聴者だったらずっと一本調子に悪くなった教科書を読んでるとどうしても一本調子になるので、一本調子にならないように、自分の感情の10倍ぐらい起伏をつけると、アップダウンをつけると退屈なところはトーンが低いんですよね。退屈なところが多いので、教科書でね、退屈なところが多いので、トーンの低いところが多いのが、1970年みたいな話をしてるから、僕はこれ絶対退屈なものを聞かれてるだろうなっていうところが、明るいところに差をつけたってわざとそういう話になっちゃってるぐらいです。そこがですね、みんなを引きつける能力というか、ポイントどういうことなんですかね。少し自分で編集してるときに退屈なのが一番この YouTuber で大変なので、自分で編集してるときに20から30回も見るので、ちょっと大
も延期あったりしますけど、何十回も見ても飽きないようにって思うと、話すときにこれ話した方がいいのかなって。でもさすがにしんどいですがと思います。どうもありがとうございます。他、はい、ありがとうございます。明日から来週から私オンライン講義です。ぜひお願いします。ここでですね、今お願いしているうちの講義の、ビデオファイルもあんな感じです。だからもうあんな感じ、もうバリバリあんな感じで。これは作ってましたね。楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。真面目な質問。水道法ってあるでしょ。法律でね、水道っていうのは特に健康増進を目的にしてなくて、安い水を大量に供給する、これが目的である。そのフッ素を入れるとしたら、人為的に入れるとしたらね、法律を改正しなきゃいけないんじゃないかなとちょっと思うんですけど、どうでしょう。まずプロジェクションにおいて法律改正が必要かどうかっていうのは、プロフェッショナルの方々がいろいろ判断すると思うんですけど、僕の印象として、物価線香がやっちゃダメっていう法律はないのに、広がるためには条例が必要だったということを考えると、例えば水道市は水道の事業部のトップというのは市長だったり、自治体の長ですので、自治体の長がはっきりとその意思を示すっていうのは、示すためには、議会が承認をしてっていうところがあった方が、自治体の長が変わったせいで、ロリデーションが中断されたとか、そういうような、負の歴史を作らないためには、僕は法律がないとやっちゃいけないというのは、特に今回 0.7 ミリだと、0.7 ミリグラムバイトですと、0.7 ですと、日本の法律でできる範囲なんですよ。一時期 1.2 にするためには、そこも改正しなきゃいけないし、日本のハードルが高いって言われたんですけども、今回の改正で、日本におけるハードルは間違いなく一つ下がったんです。水質の対する基準っていうのをいじる必要はないんです。で、まさに先生がおっしゃった、じゃあ、安くて安全な水を供給するために、フックアップという合理性はどこにあるのか。だから先ほどのフックアップ選考でも、学校でフックアップ選考をするというのは何の意味があるのかという話であって、学校における保健活動の一環として何ら矛盾するものではないというような話が教育委員会の方から出ているということを紹介しますけれども、今、例えば水道水の水道水にフックアップというのにおいても、法律的には全然問題ないと思いますし、ただ、事業の一貫性っていうのを考えると、いつまでも誰がサンプラスには必要になったとしても、途切れることなく、水道水代が深く入っているという理想的な状態を成功させるためには、条例とかで制定されていると、より有利なんだなっていうような印象はあります。それが後入れなくても、先に入れたって、後で条約ができるような形に実際になるかもしれないし、ならないかもしれない。どうぞは、僕が生きてる間にそういう日を見たいなというふうには思います。いらっしゃいますか。あと4分ほどなんですけれど、最後はちょっと大丈夫なんですか。視聴者の方も来てた方もいらっしゃるかもしれない。なんかこれで視聴者の方からもね、なんかそういうのはね、一方通行じゃなくて双方向のね、ウェブね、ズームとか、ね、WebEX でそういう感じでなんかコメントとか、もしくはその発言とかがあったらね、なおいいと思うんですけれど、これは今後のその、今回 YouTube を2つで、今、相田先生が今、読み上げてる相田先生と山本先生から、自分で言うのなんですけど、素晴らしかったとそのね、向こうからね、質問というのがあって、それさ、リアルタイムに読み上げて、よく YouTube のね、YouTuber の人たちがやってますけど、そうですね。そういうのがね、またできるような環境がまた、それね、まだ今できると思います。今、もうすでにできる環境で、リアルタイムにもやってますので。今それをやってないから。今まさに
今できるっていうのが大体。そしてなんかただ、アカウントを持ってると、YouTube のアカウントを持ってると発言ができないので、ただ、YouTube の場合は発言をすると永久に残っちゃうんです。それがあるので、もしかしたら他のネットの環境に比べると、発言しにくいっていう面があるかもしれないですけど、後での見やすさは僕は YouTube は抜群にするというか、そうですね。でだからいいかなと。今このここで私今ここでお話をして皆さんに伺ってますけど、その時にもしかしたらこう手元にそのね映像も一緒にあってコメントをするところも見たからそれをね先ほど芦子先生の方が紹介してくださいましたけどそれをこんなメッセージが来てますよとかそういうようなことをこの場でね言える準備をしておけばよかったかなというのはちょっと反省点ではあるんですけど、そういうような関係も作りつつ今後その子どもの守る代わりでの研修をウェブでするにあたってオンラインでするにあたってはやっていく必要があるのかな、それちょっと思います。さて、お時間ももうそろそろとなりますので、本日宮橋蘭根先生の面白い映像を含めたあとまたためになる解説ともありまして、私としても勉強になった研修会だったと思います。お時間になりましたので、これで以上をもちまして、第93回北海道子どもの歯を守る会研修会を閉会したいと思います。皆様、どうもご苦労様でした。それではね、これから切りますね。時間になりましたが。